皆さんこんにちは。メイクアップアーティストのみさきです。本日はクールトーンを使ったソフトスモーキーなメイクアップをやっていこうと思います。気になる方は最後までご視聴お願いします。はい、で今回もベースメイクとアイブロウが終わった状態から始めていこうと思います。でちなみにベースメイクは全部 C グラムを使ってやったんですけど、ちょっと前の動画に載せているのでぜひそちらをチェックしてみてください。全く同じやり方でやってます。ではまずはじめに明るめのコンシーラーを使って眉毛の下をきれいにして形を整えていきます。でこのステップは他の動画でも説明してるんですけど、できるだけテクスチャーが硬いものとか、あとカバー力の高いコンシーラーを使うようにしてください。で自分の肌よりだいたい 2,3 トーンぐらい明るめの色を使うことによって、ちょっと分かりますかね、こう骨格が浮き出てくるというか、眉毛の下がハイライトになるので立体感が出てきます。そしたら細めのブラシを使ってこのラインを崩さないようにしながらぼかしていきます。はい、で今日はちょっとカラコンをつけていこうと思います。でアイシャドウをクールトーンな感じにしたいので、ちょっと寒色っぽい感じですね。なんでそれに合わせてグレーっぽい色を選びました。そしたらアイシャドウベースとしてコンシーラーをまぶた全体にのせていきます。はい、そしたら最初に少しピンクベージュっぽい感じの色をまぶた全体にのせていきます。で今日はちょっとこうグレーっぽい感じのアイシャドウを使っていきたいんですけど、このベースのカラーもシルバーとか、ザ寒色みたいな感じの色を使っちゃうと、少しこう一昔前のメイクというか、あんまりこうクールトーンが得意じゃない人は難しいかなって思うので、あえてこのベースにちょっと温かみのあるような、今日は私ちょっとピンクベージュを使ったんですけど、あえてそこにこうウォームトーンを入れるっていうのもいいかなと思います。はい、そしたら今日のメインのクールトーンのアイシャドウをのせていきます。ちょっとグレーっぽい感じの色味ですね。でこれをさっきのせたアイシャドウより内側にのせて、あとはグラデーションを作る感じでひたすらブレンディングしていきます。で多分私他の動画でも毎回のように言ってるかもしれないんですけど、もうブレンディングが命なんですね。こうアイシャドウだけじゃなくて他のこう全部のメイクに関して言えることなんですけど、ちゃんとブレンディングされてれば綺麗なメイクっていう感じになるので、どんな色を使ってどんなテクスチャーのものを使ったとしてもしっかりブレンディングするっていうのをちょっと心がけて、ブラシとか、スポンジとか使ってもうひたすらブレンディングっていう感じでやってみてください。はい、そしたら次にグリッターをのせていきます。でこういうなんかシルバーとかちょっとスモーキーな感じの色を使う時って結構アイシャドウパレットにシマーとか、あとシルバーっぽい感じのラメとかが一緒にこう入ってることが多いんですけど、そういう感じの色を使っちゃうとちょっとこう一昔前みたいな感じになっちゃうので、ここにあえてこう大粒のラメ、こんな感じのものですねを使うとおしゃれで、なんかちょっと今時みたいな感じになるかなと思います。で今日使ってるのがカラーキーっていうところのグリッターなんですけど、これ使ってる時はねもうほぼ 100% いろんな人に聞かれます。カフェの店員さんとかにもグリッターどこに使ってんのみたいな感じで聞かれるので、多分いい感じにねラメが出てるんだと思いますなんでぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、そしたらアイライナーをしていきます。で今日はアイシャドウが少しスモーキーな感じなので、アイラインはできるだけナチュラルにしていこうかなと思います。
でまずペンシルタイプのものでインラインを引いたら、もうあとはアイシャドウだけでアイラインをしていきます。で目尻はちょっと気持ち跳ね上げラインを作っていきます。で今日はつけまつげとかつけないので、できるだけ短めにナチュラルに引いていきます。そしたらまつげをやっていきます。そしたら下まぶたのアイラインを引いていくんですけど、さっき上に使ったアイシャドウと同じ色で、ほんと目尻の3分の1もないぐらいですかね、本当に目尻だけを埋めていきます。そしたら目頭の方に少しラメをのせていきます。でこのラメをのっける時にあんまりこう目尻の方まで長く引きすぎちゃうとちょっと可愛くなりすぎちゃうというか、今日はこうスモーキーな感じも残したいので、できるだけ短めにのせていきます。でちなみにこのラメは上に使った、カラーキーのものを少しだけのせてます。はい、そしたらチークをのせていきます。でこういうちょっとグレーっぽい感じのアイシャドウとかを使った時はやっぱりオレンジ系とかよりはピンク系の方が相性がいいかなと思います。はい、そしたらハイライトをのせていきます。で私今日はハイライトパウダーじゃなくてアイシャドウのちょっとこうツヤ感のあるラメをハイライト代わりにのせていきます。でこういう色味のメイクをする時はあんまりこうゴールドが強い感じのハイライトっていうよりはこうちょっとピンク味があるとか、ほんとこのラメだけが残る感じのハイライトとかでまとめた方がいいかなと思います。はい、そしたら最後にリップをやっていきます。でこういう感じのメイクの時はやっぱりヌーディーな感じの色が合うかなと思ったので、このナーズのリップを足してちょっとこうピンクベージュっぽい感じに仕上げてみました。はい、ということでこれでメイクの完成です。でなんとなく今までこういうグレーっぽい色とかこうスモーキーな感じのメイクを避けてたよっていう方がいたら、是非この方法でトライしてみてください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。